冴えてるね。いや、予想はね、結構いい線いってるから、もはや運ですよ、これは。今日はですね、こちらで車中鍋やろうと思います。スーパーでね、こんな便利なものがあって、これだとね、鍋使わないでそのまんま捨てることができますんで、車中飯向きだなと思って買ってみました。で、これ野菜だけだったので、それに入れる豚肉、ここにね、足してって食べようかなと。締めにラーメン、これね、前買って余っていたんで、これ入れたいと思います。水 250cc。こんな時に便利なシェラカップがあるじゃないか。水 250cc 測れますね。じゃあいただきます。お腹空きすぎた。肉だー。いただきます。締めのラーメンいただきます。このラーメンとね、豚バラ肉のね、噛み合わせがね、半端ない、うまいんですよ。ごちそうさまでした。汁がね、最後だいぶ吸ったのと蒸発してしまって、ラーメンなのに汁がねえのかっていう突っ込みたかったんですけど、逆に言うとですね、汁は残ったら残ったで、キャンピングカーの中では処理が大変になってしまいますんで、逆に言うとジャストサイズもちょうどいい量だったということで、これはね、逆に検討をたたえたいと思います。鍋はね、もう洗うとかないんで、もうこのまま捨てることができますんで、便利ですね。ちょうどあそこ空いてるんで、ここで干しておきましょう。食後のね、コーヒー、今から飲もうと思うんですが、もう 98% なので、もうソーラーパネルのおかげで、今日ね、パソコンで使った電力はもうほぼプラマイゼロの状態に戻ってますんで、いやー、安心ですね。もうほぼマックスに近い状態なんで、明日もまたね、今日使った分をソーラーで回復させたいと思います。夜冷えてくるんで、もうポップアップは閉めておきます。こちらね、先週泊まった公園と同じ公園なんですけど、駐
駐車場がね、これ第8駐車場、先週のとこは真っ暗だったんですけど、こっち側はねかなり光もあって道路沿いなんで、こっちの方が人気があって、安心といえば安心ですね。逆にね人気がある分明るいんで、こっち側はねもう星がほとんど見えないという感じになってます。今日もですね、チャンネル登録者数を軍資金にしてですね、帯風のついた払い戻しを目指す、通称帯チャレンジ。この帯チャレをね、やっていこうと思います。21,400円を使って、なんとかね、100万円になるような馬券を買っていきたいと思います。今日はね、ちょっとね、結構狙っている穴馬がいるんで、100万円あると思います。ギリギリまでオッズと相談して狙っていこうと思います。今日はですね、こちら、バッテリーね、ソーラーパネルで充電はしているんですけど、回復に努めて、充電しながら使うっていうのはあんまりバッテリーに良くはないと思うんで、弱リー軍団の2つは、充電とかに備えて置いておきたいと思います。パソコンとモニターの電気が必要なんですが、今日はね、以前ご提供いただいた、こちらのビッグブルー社の 250W のバッテリーで電気を賄いたいと思います。これね、もう 250W なんで、1日パソコン使ったら、大体なくなってしまうんですけど、このね、コンパクトさがいいんですよね。これもね、もうほんまにかなり小さいので、もうこちら下置いといて、こういうね、小さいポータブルバッテリーは容量は小さいんですけど、その分大きさも小さいので、狭い車内にもコンパクトに置くことができるっていうのが一つメリットかと思います。ではね、今日もね、もう電力の心配ないんで、よし、今日こそ行くで。今めっちゃ並んでるわ、やっぱ。高知競馬場のね、この券売機の特徴としてはね、日曜日が断然混むってことが分かりました。この後、夜、高知競馬ナイターもありますんで、多分、昼間は中央競馬を馬券買って、夜そのままナイターに行くっていう、もう沼にハマった人たちが、自分も含めてですけど、が多分利用しやすいんじゃないかなと。そういえばここに、スナックずんこが加わりました。YouTube もやられている、元ジョッキーの細井純子さんですね。この間ね、錦糸町に行った時に、こちらのね、ずんこママのやられているスナックに行った時にいただいたものになります。錦糸町に行かれた際には、ウィンズもね、すぐ近くにありますんで、スナックずんこおすすめです。こうやってね、なんか競馬グッズをね、ちょっとずつ飾っていくっていうのもね、軽キャンピングカーの装飾として、好きなものに囲まれるっていうのはなんかいいですね。中山の4レースはですね、単勝110倍の馬から3連単を買うという3000倍とかを買います。まずね、1レース目、中山4レース、1800円分いってきます。馬券買うまで10分ぐらいかかりますんで、ちょっとなるべく早めに買っていこうと思います。先にね、ちょっとおやつ休憩したいと思います。常設テーブル、この作戦だとね、もうすぐパソコンどけて、で、こっちで食事スペース取ることができますんでね、やはりこのスタイルいいですね。1レース目来ました。これはね、直前で単勝265倍のほぼ外れでしょう。確率的には。13、外から来た !13! お、13、13、13、13、13、13、13、13、だ、何これめっちゃ惜しいじゃん。いや、3着争いに来てますわ。うわー、これは、ちょっと、いや、260倍の馬買ってこんなドキドキできる時点でなんかもう勝ちです。
帯チャレンジレース2レース目はですね、本命がね5番の宮古シスターっていう、だから12番人気と6番人気の馬連1点。いや、宮古シスターね、ブリンカーつけてからちょっと馬が変わってきていて、あとね、この馬ね、ずっと持ち時計に限界があった馬なんで、今の阪神がね、ちょっと水準より1秒ぐらい時計かかっているような重い馬場なんで、それもね、今マッチしてるかと思うんで、12番人気よりは走ると思います。詰まってる、詰まってる、詰まってる。よし、そっから、そっから、そっから。よしよしよし。うわ、2、3着や。うわ、2、3着や。5、15。うわ、これめっちゃ惜しいわ。ワイドでも、4480円ついてるんで、ワイドでも40万ぐらいになってたんか。うわー、2、3着。狙いは良かったんだけどな。いや、ちょっと冴えてるね。冴えてるね。いや、予想はね、結構いい線いってるから、もはや運ですよ、これは。日が傾いてきたので、天井から、そっちの正面の方に変えました。50ワットぐらいだった入力が、これで一気に80まで。55% だったんで、ぐらいだったんですけど、もう80まで復活してるんで、お金もこの調子で増えてくれ。3連単1点で1800円とかなんで、ほぼ無謀な馬券なんですけど、いや、今日一のね、一番自信あるのがこの3番のシャイニーロック。そのままできてる残せ2番がダメ2番がダメ9があかんか12、8はできてるんですよ。いや、これ8、10番人気ですからね。いやー、リーチだよ、リーチ。スーパーリーチ。いや、今日はでもなんかね、手応えはあった。外れだけど、楽しかった、今日は。いやー、ちょっとあるよね。来週とか、ありそうだよね。オフィシャルコレクションがね、ついに2枚目になりましたんで。いやー、でもね、まあ皆さんのね、チャンネル登録者数が軍資金になってますから、皆さんの1登録がほんまに1円になってるんで、コレクション完了です。というわけでね、今回負けてしまったんですけど、まだね、この後、日曜日はですね、高知競馬は、このままナイターがやってると、競馬終わったばっかりなんですけど、高知競馬はすぐそこなんでね、もう行っていきたいと思います。もう最後のレースがですね、一発最終ファイナルチャレンジっていう、いやもう社交心煽りまくりのね、レースがあるんで、もう勝てない馬だけを集めたっていうね、春うららがいた高知競馬場らしい企画なんですけど、いやちょっとそこでね、僕も今日2万円負けましたけど、いやよくば2万円取り返してこようかなと。まだまだ楽しみな時間はこれからです。じゃあ行ってきます。今日もですね、ソーラーパネルで見事 100% まで完全復活しました。すごいな。もうソーラーパネルね、今、ここにしまいましたけど、あそこに置いておくだけで、放置するだけで、バッテリーがね、フルに回復したんで、いやー、かなり心強いですね。ちょっとソーラーパネルなしではもう生きていけない体になってきました。本日の宿泊地に着きました。大戸ダム公園という場所になります。なんかトイレは一応あります。こちらに車中泊させていただいて、明日ね、近くに温泉があるんで、温泉入って、そしてまたキャンプ場に行こうかと思ってます。ちょっともうベッド展開して寝る準備しておこうと思います。電気毛布をね、ずっと置いてたんで見えにくかったんですけど、いやこれね、ベッド展開がもうめちゃくちゃ簡単なレイアウトになっています。もう5秒です、5秒。こちらをちょっと横にスライドさせて、であとはこちらをはめるだけと。いやすごくないですか、この一瞬ですぐベッドになって、でなおかつね、テーブルもキープしたまんまなんで、このまんま座って、座卓としても使うことができると。いやー、これね、ちょっと自分の中ではめちゃくちゃお気に入り。毎日寝ますから、絶対。で、毎日起きるから、常設ベッド、軽キャンピングカーはできないんで、それをね、なんとかね、網の目をくぐった作戦が、こちらになります。これだとね、ちゃんと幅も結構あって、そうですね、80近くあるんで、こっちはマックスまで行くと100なんですけど、100も一人だったらいらないので、で、ギリギリね、ポールも当たらないというかね、接触しないぐらいになってますんで、もうね、ここにあとは、マットレス置いて、いつでも寝れる状態にしておきます。
高知競馬場ね、行ってきましたよ。馬券グルメみたいな感じで遊んで。高知競馬場のね、フリー Wi-Fi がめちゃくちゃ速くて 170Mbps。競馬関連施設の中で多分レコードです。確かね、サテライト石狩が一番速かったと思うんですよ。逆にワーストだったのが、なんか浦和と金沢 2.5 とか、もうそれぐらいのレベルの遅さだったんで、いや、高知競馬場行ったらとりあえず電波はあるという安心感があります。で、またね、今週も1週間終わりましたんで、1週間の出費を発表していきたいと思います。今週は週5、車中泊、週2ホテルで生活しました。で、そのホテル代がまず9200円。こちらね、駐車場代も込みの、高知駅前で駐車場代込みで9200円だったら、1泊あたりね、4600円ですんで、全然安い方かなと思います。で、食費が12805円。しかも今週結構、道の駅とかでね、大盤振る舞いというかね、好きなもん買いまくって野菜とかね、買ったんですけど、それでもこの金額なんで、1日あたり2000円いかないぐらいなんで、いや、かなりこれも安いんじゃないですか。やっぱお酒飲まないんで、そういう意味ではだいぶコスパのいい生活を送ってます。で、生活費、お風呂とかですね、あと洗濯もしたんで、1回の結局洗濯でだいたい600円ぐらいかかるかなというのが、相場です。交通費、こちらはね、48000円基本的にはあとガソリンですね。ガソリンと、あと洗車と、あとね、ちょっと一番下のね、この4万円。今週ちょっとやらかしたんで、4万円の領収書がありますけど、ちょっとね、また他の動画でそちらね、ちょっと紹介してますんで、これも車関連のお金で、48,178円。で、娯楽費。これは馬券とか、あとちょっとゲームセンターで遊んだお金が1500円。締めてですね、73,663円。ちょっとね、この4万円はちょっと一旦抜いといて、これはもうイレギュラーなお金なんで、それを除けば33,663円か。先週が33,565円なんで、やっぱ週3万ぐらいかなっていう感じですね。このバンライフをするには。ホテルね、毎日泊まるとやっぱりね、ホテル泊まるだけでもずっとホテル生活だとやっぱ月14万ぐらいしますから、それを考えるとバンライフは、込み、食事とか高速とか、洗濯とか全部含めても、結局込みで12万ぐらいで収まる計算なんで、移動しながら暮らして、しかも毎日違う景色が見れて、で、食費とかを込みでも月12万。その水道代、光熱費、あと Wi-Fi 代とか、そういうのが結局全部ないんで、そう考えると、込みで12万だったら、いい生活かなと思います。北海道との比較でも、あんまり変わらないので、これぐらいかなという感じですね。日本全国どこでも。ちょっとね、今ガソリン代が、今のところ、リッター178円でかなり高騰してきているんで、ガソリン代にも左右される生活にはなるとは思います。というわけでね、今週も1週間無事に終えること、無事ではなかったな。いや、結構無事ではなかった。割と焦った人生。はい。というわけで、無事にね、こうして迎えられてますから。来週は、競馬場跡地のキャンプ場にちょっと行こうかなと思ってます。なんでもね、結構1万人ぐらい動員していた、割と規模の大きい競馬場だったと。で、しかも結構競馬場の後の名残がね、残っていそうなんで、いや、割と楽しみなんで、またね、ここから30分ぐらいかな、行ける場所になりますんでね、また次回の放送でそちら紹介したいと思います。はい。では今週も1週間お疲れ様でした。おやすみなさい。